いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業はアジングのナイトゲーム潮止まり編です。早速ですが質問です。ナイトゲームの潮止まり、何をしますか？釣りって学べるはアジングをします。今回の動画ではなぜアジングをするのか、その理由をお届けいたします。最後までよろしくお願いいたします。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。いつものように結論から見ていきます。潮止まりこそチャンス。棚がわかりやすい。プランクトンを探そう。それではこの3つについて解説していきます。常夜灯になぜアジが集まるのでしょうか？光が当たるところには植物プランクトンが光合成のため常夜灯に集まってきます。植物プランクトンを求めてエビなどの動物プランクトンが捕食のため集まります。それをアジが捕食するために集まってきます。このことを食物連鎖と言います。それでは水中はどのようになっているのでしょうか？常夜灯が当たるポイントがあります。小エビなどは通常海底付近で生活しています。常夜灯に明かりが灯ると植物プランクトンが光合成のため光に集まってきます。植物プランクトンを捕食するためにエビなどが海面付近に浮上してきます。そしてアジが動物プランクトンを捕食しにやってきます。よって潮止まりのアジが釣れる棚は表層かボトムのどちらかになり、中層は釣れる確率が極めて低くなります。次に上から見てみます。潮が動いている場合、プランクトンも潮に乗って流れてきます。そのためアジは潮紙に向かって泳ぎ、流れてくるプランクトンを捕食しています。しかし潮が止まるとプランクトンは光付近にとどまってしまいます。それをアジが捕食するため、捕食する方向も様々となります。そのため、ナイトゲーム潮止まりのキャスト方向は、放射状にキャストすることがポイントになってきます。最後に、今回の動画の最大のポイントは、プランクトンになりますが、そのプランクトンがどこにいるかわかりますか？実は、海でよく見かけるこの泡がプランクトンなんです。常夜灯周りでこの泡を見かけたら、アジング祭りの始まりの合図かもしれませんね。まとめです。ナイトゲーム潮止まりでは、常夜灯が必須となります。潮止まりは、表層とボトムのみを集中的に狙い、中層は潮が動き出してから狙いましょう。泡の正体はプランクトンでした。泡を見かけたら、その下にアジがいると想像してみましょう。以上となります。今回の動画がアジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。